海外の掲示板レディットで、研修生時代には韓国語よりも英語の学習に重点を置くべきだったのではというスレッドが立ち上がり、XG の海外戦略や英語の大事さ、メンバーの英語力についてなどかなり盛り上がっていました。あなたはどう思いますか？掲示板でのやり取りを読み上げます。 PS118 では研修生として韓国語よりも英語の学習に重点を置きたいと思いました。時間は戻せないけれど、ジュリンの作詞作曲のクレジットに名を連ねていることには本当に嬉しく思う。でも彼女にとっても、そして今後グループのメンバーマヤ以外ならにとっても、これが決して容易なことではないことは分かっている。私の理解する限りでは、立ち上げには韓国語が必要だったと思います。リアクターズと K-POP のおかげで、当初はより幅広い聴衆にリーチすることができました。K-POP の枠に収まるためには、敬意を持って韓国語で活動する必要がありました。彼らはソウルを拠点としていたため、彼らが孤立したり、コミュニケーションが取れないと感じるのは避けたかったのです。彼らは間違いなく、ここ数年間ずっと、そして今も、英語に傾倒してきました。韓国語を彼らの第二言語とすることは、より理にかなっていると言えます。なぜなら、彼らはかつて韓国に拠点を置いていたことがあり、ある時点では、現在は日本に拠点を置いていると思います。間違っていたら誰か訂正してください。韓国の音楽番組やその他のテレビ番組やメディアにも出演しているからです。しかしまた、世界的に成功するために英語が流暢である必要は全くありません。他のバンドやグループがそれを証明しています。英語で会話できるほど自信が持てるようになるまで、英語メディアに参加する場合は、引き続きマヤをスポークスマンとして頼ってもらうことになります。過去数ヶ月間の私の観察では、特にチサ、ココナ、ジリンの英語力が向上いたしました。彼女たちはまだ日常会話レベルの英語には程遠いですが、努力を重ねてきたことは明らかです。サイモンの当初の戦略は、まず韓国で展開したいと考えていたため、韓国語習得はその目標達成の前提条件だったと考えていました。しかし、現実は今、チケット売上、ストリーミング再生回数、視聴回数の推移を見ると、韓国は彼らにとって最も低い市場の一つとなっています。まさにこれが残念だった点です。誰も予想できなかったでしょうが、もし彼らが最初から英語に力を入れ、英語圏の国々をターゲットにしていたなら、もっと人気が出ていたかもしれないと、パラレルワールドでふと思ったんです。笑い。特に彼らには韓国語の曲がないし、自分たちをK-POPだとは思ってないし、最近は韓国の音楽番組にも出なくなったし、でも、おっしゃる通り、彼らは確実に学んでいて、将来にとても希望を抱いています。でも、どうしても、もしも、という想像が頭から離れないんです。あなたの意見はわかります。確かに、もし、だったら、という仮定の話は良いですね。でも、他のコメントにも同意します。もし最初から欧米市場に焦点を当てていたら、今ほど成功していなかったでしょう。なぜなら、彼らは K-POP 市場に参入したことで大きな利益を得ていたからです。印象的なのは、彼らの西洋市場における成功は、何百万ドルものマーケティング費用で膨らませたものではなく、主に純粋に自然でゆっくりとした成長によるものだということです。将来的に一番楽しみなのは、彼らが、願いわくば、アメリカやヨーロッパといった欧米の巨大市場に進出するときです。サイモンは人脈が豊富なので、欧米の大手ディストリビューターとすでに交渉を進めている可能性も否定できません。彼らの収益、そして ABEX や投資家からの調達額、次第では他のメジャーレーベルを介さずに、これらの市場での独自ディストリビューションに挑戦するかもしれません。ジュリンの初のソロ曲にグラミー賞受賞、ノミネート経験のあるラッパーをフィーチャリングで迎えたことは、彼らの人脈の強さを示している。彼はおそらく適切なタイミングを待っているのでしょう。私の推測では、彼らはファーストアルバムの売れ行きに注目するでしょう。もし期待を上回れば、それらの市場へのさらなる進出を図るかもしれません。彼女たちは努力を続ければ大物になれる可能性を秘めている。彼らの目標はコーチェラやスーパーボールのようなステージだと言っていましたが、まあ、彼らは正しい方向に進んでいるようです。サイモンは元アイドルで、業界やそこの人たちをよく知っているので、現実的な判断だったと思います。それに、日本で放送されている番組を見るのは本当に大変です。グローバル展開を目指すなら、日本では無理でしょう。もしかしたら、ファイビーのルートを選べば、彼らが今の地位にたどり着いたのは、偶然ではなく、むしろちょっとした幸運と、10年計画に基づいた綿密な計画のおかげだと思います。ゆっくりとした自然な成長という点、とても参考になりました。他のグループが XG を数字で上回っているのを見るのはもううんざりです。それが自然発生的なものなのか、それとも有料のものが多いのかさえわかりませんが、結局のところ、彼らには当然の評価が与えられるべきだと思います。そして、それはサイモンが彼らのために立てた計画を信じるしかないのかもしれません。ファンとして私たちにできるのは、サイモンのビジョンと計画を信じて、彼らの旅路をできる限りサポートすることくらいだと思います。先ほども言ったように、彼女たちはこれまで完璧な実績を残しており、ゆっくりと有機的に成長しています。彼女たち、女の子たちと X ギャラクス、
が努力を続ければ将来的には確実にレベルアップするでしょう。以前、この投稿で似たようなことを話しました。巨大企業であるにもかかわらず、ABEX は欧米市場、特に米国市場への本格参入において大きな課題に直面してきました。しかし、現在では存在感の拡大や提携などに向けた決断を下しています。これは XG の成功によるところが大きいと思います。こうした取り組みが実を結び、XG に利益をもたらし、今後数年間で地球のこちら側で彼らをより頻繁に目にするようになることを願っています。しかし、これは一気にではなく、徐々に実現していくものであり、XG は間違いなくグローバルなリーチを持つグループとなり、語学力とパフォーマンス力も磨かれるでしょう。X テラックスは ABEX の多大な支援を必要とするでしょう。もしそれが早く実現したいのであれば、しかし、私にとっては、韓国やK-POP から始めるという戦略は素晴らしいものでした。アジア、特に日本出身でありながら、欧米市場に直接参入するのは複雑でした。少なくとも、私にはそう思います。あなたの言いたいことはわかりますが、韓国をターゲットにするのは、たとえ韓国のファンがK-POP を好きでなくても、海外のファンがK-POP を見るためのインフラが整っているから、日本の門番よりいいと思います。日本では、以前の ABEX、グループの偽物を見て、日本に拠点を置いていてもファンダムを築くことができなかったため、視聴者が少なかったのです。最初から欧米をターゲットにするのはわかりますが、問題はなぜ欧米メディアが最初から XG を許したのかということです。つまり、欧米に拠点を置く大きなアジア人がいないことが理由です。それでも、多くの人がアジア人を市場価値がないと考えています。特に無名の人は、多くの人がK-POP を貶めようとします。しかし、真実は、まず XG のファンは国際的なK-POP ファンだったということです。ですから、最初は韓国が必要だったのがわかります。私は、韓国人はもっと彼らに好意的だと思っていましたが、そうではありませんでした。しかし、国際的なファンが好意的になりました。それ以来、シュッキングスターやココナ、サイファーによって彼らはK-POP の枠を超えて人気が高まり、韓国で定期的にプロモーションを続ければ、どちらも進出できるはずです。彼らはまだ受け入れられなかったが、コーチェラに出演したり、日本での認知度を高めたりと、他国でプロモーションできるほど人気が高まった。だから確かに韓国は最大の市場ではないが、成長には重要だった。実は、彼らはまだ韓国に拠点を置いています。ブログにも書いてあります。クリエイティブチームや最も頻繁にコラボレーションする人たちが韓国人なので、それも納得です。K-POP は参入するのに最も身近で、最大規模で、そして最も将来性のある業界でした。アジアのアーティストは、特に XG のような規模の企業では、経済的に生き残れるほどの大きな成功を収めることができません。サイモンの経歴とK-POP 業界とのつながりを考えると、韓国語は最も理にかなった選択でした。これまで聞いたどのグループよりもクリアな英語で歌います。会話はマヤとハーベイを除けば、確かに上手とは言えませんが、これからもっと上手くなると思います。これにはとても期待しています。そして、すでに彼らの成長のスピードを目の当たりにしています。もっと早く英語学習に力を入れていたならどうなっていただろうと、思わず考えてしまいます。避けようがなかった。彼らは韓国に拠点を置いていた。サイモンら元K-POPアイドルだったこともあり、韓国にすでに人脈があったことも大きな要因だった。彼らは韓国で研修を受け、韓国人の協力者と仕事をし、韓国人の従業員を抱えていました。実用上、韓国語を学ばざるを得なかったのです。芸術、目的だけでなく、日常生活にも必要だったのです。キャッツアイやガルセットはアメリカを拠点としており、プロモーションの時のみ韓国に来ます。XG は最初からアメリカに拠点を置くことはできなかったでしょう。今もそうですが、X テラックスも ABEX も、またアメリカの音楽シーンとの強いつながりを持っていません。むしろ、彼らに扉を開いたのは XG なのです。あなたの考えは理解できますが、PS118 の何がそう思わせたのでしょうか。ヒップホップでは、アーティストが自ら詩を書くことが全てです。ラッパーであれば、単に言葉を韻を踏むだけではありません。独自のリリカルなスタイル、巧みな言葉遊び、独自のフロー、そして言葉と音節を巧みに操る手法で知られています。これは普通の英語話者でさえできない、多層的なスキルであり、非常に優れた英語力が必要です。エミネムは子供の頃、ラップの練習をする際に辞書を引いて勉強していたと語っています。ラプソディは詩と言葉遊びに関してはトップクラスのラッパーの一人であり、ケンドリック、ラマーといったアーティストとも共演してた。ゴーストライターを雇うのは絶対に誰だ。これはケンドリック対ドレイクのラップ論争における最大の争点の一つで、ケンドリックはドレイクが自分の曲を書いていないと非難した。OP が言いたいのはまさにそれです。ジュリン・コアスを書いたのはリリクスであることは明らかです。彼女は英語が堪能ではないからです。ラップの巧みな言葉遊びと、インタビューでの彼女の限られた英語力の違いは明らかです。だからといって、ジュリンが何外れた才能を持っていないと言っているわけではありません。韓国語が業界で立ち上がるために必要だったということには同意しますが、OP にも同意します。彼らの曲の 100% が英語なのに、韓国語と一緒に英語も教えられなかったというのはちょっと奇妙だと思います。笑い。PS118 が大好きすぎて、彼らが歌詞にどれだけの労力を費やしたか想像もつきません。きっと、このプロジェクトには、ライティングの様々な側面、文法、文脈、文化的参照、ヒップホップのスタイルなど、
を研究するためにかなりの時間が費やされたのでしょう。そしてジュリンが作詞にクレジットされているというのは本当に驚きです。彼女がこのシングルにどれだけの努力を注いだか想像するだけでもワクワクします。そして彼女とほとんどの女の子たちがおそらくマヤを除いて上級英語にもっと重点を置き始めたと仮定すると、これは私の大きな仮定ですが、もし彼女たちがもっと早くから始めていたなら今頃彼女たちはどこにいるだろうという疑問が湧きました。音楽、そしておそらく映画ものクレジット表記の仕方について、通常は最も多くの労力を費やした人から最も少ない労力を費やした人の順に記載されますが、ジュリンは最後にクレジットされています。リリクスとラプソディの後です。これは彼女に対する非難ではありません。彼女が作曲プロセスに関わったことを私はとても誇りに思っています。しかしラプソディが Twitter でジュリンの歌詞は書いていないと発言し、リリクスが主要なクレジットを得ていることから、おそらくジュリンが手伝いながらほとんどの小説を書いたものと思われます。しかし先ほど言ったように、私は彼女をとても誇りに思っています。曲作り中にスタジオに座っていたことは彼女にとって大きな学習経験だったと思います。そしてリーダーである彼女は自分が学んだことを他の女の子たちと共有するでしょう。ですからそれはおそらく全員にとって有益でしょう。XG のメンバーは状況に応じて韓国語と日本語をシームレスに切り替えながらバレーのある風の OHMA Goes を披露します。BTS のブログではメンバーが韓国の音楽番組に出演している時でさえ日本語で話しているのが気に入っています。K-POP グループの中には日本人メンバーが日本人であるという事実を完全に隠さなければならないグループもあります。日本語を話したり、自分のバックグラウンドに触れたり、日本のものが好きだと示したりすることは決してありません。TWICE の J、LINE のメンバーが日本の両親を訪ねた時に日本語を忘れてしまったというジョークがありました。前のメンバーは私よりも英語が上手です。私は生まれつき日本生まれです。子供の頃にアメリカに来て日本語を忘れてしまい、アメリカ人になるために英語を学ばなければなりませんでした。インタビューで英語を使わないのは、ぎこちなく聞こえたり、文法を間違えたり、言葉に詰まったり、英語で単語を探したり、って何て言うのと聞かれたりするのを避けるためです。世界最高の野球選手、大谷翔平選手は、今では英語を話します。試合中に一塁に立っている時や、ダックアウトで外国人のチームメイトと通訳なしで冗談を言い合ったりする姿を見ることができます。しかし、MLB やネットワーク放送局のインタビューを受けるときは、たとえ英語の質問を理解し、英語で答えることができたとしても、必ず通訳を通して質問に答えます。彼は単に質問をはっきりと聞き取り、英語に正しく翻訳されているかを確認し、誤解を避けたいだけなのです。口調ではないということは、慣用句、スラング、ユーモア、専門用語などを理解できないことを意味します。の少しでもミスは彼をからかうミームや自負画像にされてしまう可能性があります。XG のメンバーは簡単な英語での会話と高度な会話の違いを理解し、個人的な考えや生活についての詳細を表現するには必要な英語の語彙が不足しているため、日本語で説明した方が良いと考えているのです。彼女たちの英語力は着実に向上しているようです。サンは現在のアメリカ英語を話すためのメインの語学コーチであることは明らかです。私は彼女たちのブログを読むのが楽しいです。彼女たちは翻訳アプリを使って英語に翻訳しているかもしれませんが、それでもメンバー一人一人の個人的な考えや感情を読んでいるような気がします。英語学習に力を入れていないにもかかわらず、彼らのラップと歌声は他の多くのグループよりもずっと明瞭だと思います。名前は挙げませんが、多くのグループが全編英語の曲やラップをリリースしていて、彼らが何を言っているのか一言も聞き取るのに目を細めないとわからないほどです。彼らの曲に関しては、英語力に問題はありません。サウンドが素晴らしいからです。おっしゃる通りです。音楽グループにはリリース前にネイティブスピーカーに歌詞と発音をチェックしてもらいたいですね。意味が通じなかったり、変に聞こえたりすると曲の魅力が半減してしまいます。文法や発音が下手で一緒に歌えない良い曲が山ほどあります。しかし XG は品質管理と発音、語法のチェックを行う人がいるため素晴らしいサウンドです。特に似たような韻を踏んでいても発音やイントネーションによって意味が変わってしまう言葉遊びやラップではこの点が重要です。外国語で音楽をリリースするなら私はネイティブスピーカーに曲を審査してもらいたいと思っています。私には外国語はありませんが、笑い。実際に英語の曲を作りたい企業やアーティストには発音と意味の通った歌詞に重点を置いてほしいと思います。英語で歌うことは英語を話さない多くの人にとってより実現可能ではるかに簡単です。でもラップはもしあなたのグループがラップ中心なら実際にラップを学ばせましょう。より良い発音、抑揚、スワップ、フローなどを身につけさせましょう。そしてそれに良い歌詞も加えましょう。多くのK-POP グループがほとんどあるいは完全に英語の曲に移行していますが、とにかく音が悪いんです。全部ではないですがかなり多いです。同じ理由で
ポップグループが曲の英語バージョンを作るのも苦手です。とにかく音もフローも良くないんです。中には良い曲やまずまずの曲もありますが、ほとんどは、まあまあ、といった感じ。失礼ですが同意できません。K、ポップという独自のプラットフォームがなければ、XG をグローバルガールズグループとしてデビューさせることは非常に困難でした。東アジア、日本と韓国を拠点とするグループにとって、どこかからスタートする必要があり、アメリカやイギリスを直接選ぶのは非常にリスクの高い選択でした。そのような戦略を採用したにもかかわらず、XG は未だに期待されるほどの知名度を誇っていません。それでも、イギリスの音楽シーンにおいて、紛れもなく隠れた宝石のような存在です。その過程で韓国語を学ぶことは、XG の特徴を形成する上で必須の要素であり、今日の XG の基盤そのものとなりました。それがなければ、私たちの多くはそもそも XG の存在すら知らなかったかもしれません。そして、彼らはあっという間に英語をマスターするでしょう。2022年にデビューし、2023年と2024年はマヤに頼って英語でコミュニケーションを取り、2025年には英語のラップトラックで単位を取得するなんて、並大抵のことではありません。ちなみに、私は20年以上英語を勉強していて、通る金を隅々まで読んでいるのに、未だに単位を全く取得していません。冗談です。私にできるのはせいぜい、2度目の朝食はどうですか？彼らは文字通りソウルに住んでいた。他の人と同じように、私もそうはならなかっただろうと理解しています。しかし、全体的に見て、世界的なアーティストになるには完璧な英語を話す必要はありません。世界で最も偉大なグローバルアーティストはバニーです。彼の英語は完璧ではありませんが、彼の音楽は世界中で共感を呼んでいます。先日娘に言ったんだけど、最近のポップアーティストや欧米のアーティストは、音楽をやるインフルエンサーみたいな感じだよね。XG は、もし見分けがつかないなら、インフルエンサーになることに注力していない。彼らは音楽を愛し、芸術性と文化を尊重し、インターネットでダンスをしたり、TikTok ソングを作ったりするよりも、スタジオで仕事をする方が好きなアーティストなんだ。最近の彼らの英語インタビューをいくつか見れば、彼らの英語が飛躍的に上達していることがわかる。特にココナはね。いや、彼らが英語ではなく韓国語を学んだのは賢明だった。韓国の番組でよりスムーズにコミュニケーションが取れるようになったし、韓国に駐在していたからね。それに、ひなたは韓国系アメリカ人のハーフだし、サイモンとキャンセラーもそうだということを忘れている。最近の Ask Anything チャットのインタビューでは、英語が急速に上達したと口にしていた人がいましたが、明らかに英語の画面やテキストを読んで答えているだけだったようです。発音は確かに向上したと思いますが、マヤのように自然な英語で答えてくれると思っていました。とはいえ、これはまだ始まりに過ぎません。自信が深まれば深まるほど流暢に話せるようになると確信しています。でも、他の人が言っているように、彼らはまだ成功できる可能性を秘めています。彼女たちは今、24時間365日英語で話せるようになってくれればいいなと思っています。これは彼女たちが爆発的に成長していく上で助けになるでしょうし、ファンが増えればグッズももっと作れて、コストも下がるでしょう。私の銀行口座は文字通り泣いています。今のやり方は好きです。ただ、マーケティングはもっと改善できると思います。でも、日本の企業やブランドは全体的にマーケティングが下手な気がします。笑い。K-POP は K-Beauty と同じようにマーケティングに積極的で、統合やエンゲージメントファーム、有料ファンアカウントなど、様々な施策を講じています。彼らはトレンドに乗るのが少し遅く、常に瞬間を捉えています。ファイビーが良い例です。彼らのソーシャルメディアでの取り組み方が好きです。それについてはわかりませんが、最近ビデオを見たのですが、彼らははっきりと英語を話していました。私の視点から見ると、ジュリンとヒナタの英語がとても上手で驚きました。によると、ジュリンの英語力はグループの中でもトップクラスで、インタビュー中に台本から少し外れて、関東詞やコメントを加えることもあるそうです。最新のインタビューでも自然な演技が見られました。ジュリンは話す際に少し内向的なところがあるのに対し、チサは外向的で、とにかくやってみようという姿勢が感じられます。ただし、チャットやアプリでのコメントでは、ジュリンは英語で返答しています。日向は間違いなくグループの中で一番弱い。チュヤはアクセントが素晴らしいけど、大体台本通りに話してる。マヤ以外では、チサ、ジュリン、ハベイが会話力が最も優れていると思います。韓国で少しでもプロモーションをしてほしいですね。質の高いパフォーマンス映像は国際的な注目を集めますし、韓国なら手軽にアクセスできるからです。また、K、ポップグループの英語のみの曲がチャートで好成績を収めた例もあるはずです。いつか XG がそれらのチャートをリードしてくれることを期待しています。